なギガでも動画を作ろう。ローラのターボで爆速よ。ミニマックス H3 スタートキットでやってみよう。それじゃあ Q さん行ってみよう。では行ってみましょう。 AI 映像研究会の Q です。動画生成 AI の歴史を塗り替える超話題のスーパーモデルミニマックス H3 が登場しました。今回はこの最新最強な動画モデルをロー VRAM の PC で動かす最軽量で爆速ターボなワークフローをご紹介します。 VRAM 不足で諦めた人も動画作りが初めての人も最後までご覧いただけば簡単に動画プロンプトまで作れるようになっちゃうミニマックス H3 を始めるためのスタートキットのコンテンツになってます。この H3 基本スペックがとにかく圧倒的で驚きなんです。ついに今までのローカル動画モデルにはできなかった僕らが待ち望んでいたことができるようになったんです。ミニマックス H3 は紳士向けにも対応してます。何ができるかと言いますと、1本の動画モデルの中で1つのプロンプトで映像とステレオ音声を同時に生成できるんです。映像とセリフ、効果音や BGM が全て完全に同期した動画を作れます。そして日本語を含む11言語のネイティブ会話音声に対応してます。You know, right? I'm free. No one can stop me. しかも完璧なリップシンクの動画が生成されてくるんです。リップがシンクするのが大好きです。イラストや動物、モンスターだってプロンプトだけで喋り出します。いやあ、久しぶり。妻もこの姿を気に入ってくれたよ。いやー、ついにローカルの動画生成もここまで来たかと感動してます。ミニマックス H3 には基本的なテキストトゥービデオ、イメージトゥービデオができるファースト&ラストフレームトゥービデオモデルと最大9枚の画像や動画、音声を融合するオムニリファレンストゥービデオのモデル2つがあります。どちらもローカルならではの表現の自由も全部込み込みで驚きの完全無料、作り放題、そんな夢のモデルの爆誕です。でももちろん落とし穴もあります。公式ワークフローで動かすには VRAM が 24GB 以上も必要で、プロンプト解析用のテキストエンコーダーだけでメモリがパンクしてしまいます。例によってそれじゃ無理じゃんという諦めパターンですね。ですが、そんな誰もがつまずく落とし穴のハックとチートをご紹介するのがこのチャンネルです。第2弾もありますので、チャンネル登録がまだの人はぜひこのタイミングで登録お願いします。それでは ComfyUI 公式が用意してくれた基本テンプレートを見てみましょう。公式テンプレは左メニュー、動画の中にあります。これ、サブグラフの中身を展開すると、こんな感じでモデルの読み込みからプロンプト入力、サンプラーの生成ステップ数の設定、映像と音声のデコードなど、基本のノードが並んでいます。ご覧の通り、画像生成のワークフローと大体同じです。高性能なのに意外とシンプルなのが嬉しいですね。でも、推奨モデルの合計サイズが 50GB を超える超ウルトラモンスター級のモデルですので、僕のような普通以下の PC 環境ではまず動きませんよね。このヘビーな絶望感を一旦ピープルのグラボで何とかできるのでしょうか。それができるんです。いい時代になりましたね。そんなロー VRAM の救世主となる最新の GGUF や爆速化を取り入れたワークフローをご紹介します。こちらが最軽量の最速ターボのワークフローです。これは RTX4000 とか3000やラディオン、インテルアークなど外付けのグラボを想定しています。正直 VRAM は 12GB 以上で快適だと思いますが、8GB でも動くはずです。ワークフローの設定方法です。お使いの ComfyUI の設定状況によりますが、必要なファイルが揃えば赤枠のエラーが消えます。新しいモデルなので、まだ Config マネージャーが対応してないノードがあるため、あらかじめモデルやノードをまとめてダウンロードしておきましょう。ダウンロードするものはこの6つのモデルと3つのカスタムノードです。今から必要なファイルを整理してまとめて取得しますので安心してください。まず動画生成の心臓部となる動画生成の本体モデルです。貴重な VRAM を極限まで節約するため GGUF 形式の安定したモデルを選びました。FL2 モデルのプルーンド FP8940 の GGUF です。これを概要欄のリンク先からゲットしてディフュージョンモデルズのフォルダに入れてください。続いて2つ目は要注意です。プロンプトを理解するためのテキストエンコーダーです。通常版はモデル1つに収まっているのですが、圧縮した GGUF 版のテキストエンコーダーは2つに分かれています。
片方だけでは動かないので気をつけましょう。テキストエンコーダー本体の Minimax H3 エンコーダー94の KM と画像参照用の Minimax H3 エンコーダーの MM プロジェクター F16、この2つをダウンロードして同じテキストエンコーダーズフォルダに保存しましょう。3つ目は映像と音声をそれぞれを復元する VAE です。H3 は映像だけでなくステレオ音声も同時に出すので、映像用 VAE と音声用 VAE の2つのファイルが必要です。通常の VAE モデルをダウンロードして VAE フォルダに格納します。そして最後が4ステップで爆速生成するためのターボローラです。ローラモデルと専用のカスタムノードを3つインストールします。まずターボローラのモデルをダウンロードしてローラズフォルダに保存します。合わせて必要な3つのノードを Git クローンでインストールします。今回は ConfigUI GGUF ターボ化に必要な Minimax H3 ターボ、そして H3 マルチショットという3つのカスタムノードを概要欄の Git コマンドをコピペしてターミナルでクローンします。この Git クローンの簡単なやり方をご紹介します。まず ConfigUI のカスタムノーズフォルダを開いてアドレスバーに CMD と打ってエンターします。するとこのように自動的にターミナルが開きますので、こうして Git クローンと入力した後に半角を開けてインストールするカスタムノードの Git コマンドの URL をコピペします。最後にエンターキーを押せばカスタムノードがダウンロードされます。この3つをインストールできたら全て準備完了です。インストールお疲れ様でした。ConfigUI を再起動すれば Minimax H3 でこんな動画を作れるはずです。ヒューストン、聞こえるか？ここに何かがいる。最適なパラメータ設定。それでは動画を作ってみましょう。失敗せずに綺麗な動画を作るために各ノードの設定値を解説していきますね。ここは動画の中でかなり重要なところです。基本的な設定がわからないとこんな動画になっちゃいますので、最初はこのおすすめ設定の数値でテストしてみてください。まずは動画モデルとクリップローダーです。ダウンロードしたモデルを選びます。そしてカスタムサンプラーにつながる設定です。専用ノードでダウンロードしたターボローラのモデルを選びます。Minimax H3 ターボサンプラーという専用ノードがありますが、自動的に4ステップからの超高速生成に最適化してくれます。その下の基本スケジューラーで生成ステップ数を設定します。もちろん4ステップで生成できますが、画質と音質が割と安定しやすいのは6ステップ以上かなという感想です。スケジューラーはシンプルのままで OK です。それと合わせて最初のテストでは解像度セレクターでも一番小さい 0.2 メガピクセルの608ピクセル ×352 ピクセルで試してみましょう。その下にあるのが動画の尺、秒数の設定です。秒数のデュレーションに5秒と入力してあります。この秒数を変更すれば動画の長さを変更できます。その隣にある数式ノードが H3 がエラーを起こしにくい最適なフレーム数に自動計算して補正してくれます。1秒の画像枚数のフレームレートを変更したときは、この2箇所にある24の数値を変更したフレームレートに書き換えないと、想定秒数とは違う秒数の動画ができちゃいますので注意です。フレームレートを変更するには、このビデオコンバインの設定を変えます。数値を下げれば生成する画像数が減って処理時間が短くなりますけど、この H3 の推奨フレーム数は24ですので、スムーズな動画を生成するには 24fps が最適みたいです。それから Minimax H3 は最大15秒の動画が作れますが、10秒前後から画像が崩れるドリフトという現象が起きやすいので、まずは短い秒数でテストして綺麗な動画を目指しましょう。それぞれ生成時間に影響する数値ですので、徐々に増やしてみてください。もう一つのイメージトゥービデオのワークフローも同じ数値が初回テストの基本設定です。それではこのワークフローでいくつか動画を生成してみましょう。テキストトゥービデオです。ホラーテイストの10秒です。I am finally back. Yeah. 一つのプロンプトで映像と音声、BGM が同時に生成されましたね。セリフは11カ国語に対応してます。フランス語です。Salut, je peux regarder un match de foot juste une seconde? H3 はリップシンクが得意なので、セリフ付きのドラマが作れますよね。今度はイメージ2ビデオで画像を動かして、
人物にセリフを言わせます。5秒です。8ギガでも大丈夫だよ。でも、少し時間が必要かも。8ギガでも大丈夫だよ。でも、少し時間が必要かも。8ギガでもぜひチャレンジしてくださいね。ミニマックス HC は紳士向けにも対応よ。紳士向けって何？あんたは知らなくていいの。これはクレア2で作った画像を動かしました。このように一つのプロンプトで映像とセリフ、効果音と BGM までまとめて生成できるのがミニマックス H3 のすごいところです。でもまず動画のプロンプトを作るのが難しそうって思いませんか？大丈夫、いい方法があるんです。次にミニマックス H3 のプロンプトの基本構文と AI で簡単にプロンプトを作る方法をご紹介します。歌がうるさくてすみません。映像と音声を同時に生成するミニマックス H3 にはプロンプトの書き方にルールがあります。当然ですが、映像の描写と一緒に効果音や BGM、そしてセリフの指示までを一つのプロンプトの中に整理して書いてあげることが必要なんです。大きく分けて3つのブロックに整理して記述します。まず1つ目が映像の動きを指定するショットの指示です。プロンプトの冒頭にショット1や0秒から3秒のようにシーンの区切りや時間を書きます。そしてキャラクターにセリフを言わせるためにはスピーカーを S1、S2 など話者のタグで指定して記述します。2つ目が効果音を指定するオーバーオールサウンドスケープというタグです。ここにエンジン音や無線のノイズ、UFO の飛行音などの効果音を記述します。そして3つ目が BGM を指定するノンダイエジェスティックミュージックというタグです。ここに緊張感のあるミニマルな映画風音楽といった BGM のジャンルなどを指示します。こんな風に映画の撮影シナリオみたいにショット、セリフ、効果音、BGM を構造化して指示するのが H3 専用プロンプトの基本ルールです。でも、英語で音やカメラの指示まで細かく書くなんて難しそうだし、めんどくさいなって思いますよね。何の隠そう、僕もこの書式でゼロから手書きするのは結構めんどくさいと思います。そこで、そんな僕たちめんどくさがり屋さんのために AI に専用プロンプトを清書させるための便利なシステムプロンプトを作りました。これを使えば、母国語で思いついた動画シーンのイメージを伝えるだけで、チャット GPT などの AI が自動で H3 用の英語プロンプトを書いてくれます。ついでに母国語の翻訳もつけてくれます。使い方はとてもシンプルで、概要欄のリンクから AI 用のプロンプトをゲットして、チャット GPT などの最初のプロンプトにコピペするか、プロジェクトなどのカスタムプロンプト案にコピペすれば、ミニマックス H3 用のプロンプト制作機ができます。あとは日本語で戦闘機が UFO に遭遇してみたいに作りたいシーンのイメージを自由に入力してみてください。そうすれば映像の構成から効果音、BGM の指示まで入ったミニマックス H3 用の動画プロンプトが一瞬で出来上がります。それをベースにして追加修正などを指示してプロンプトを完成させます。こちらもフリーな素材ですので、動画を見終わったらぜひ概要欄からゲットして試してみてくださいね。ということで今回はミニマックス H3 の基本 FL2V のモデルの最小で爆速なワークフローによるスタートキットを解説しました。VRAM 不足で諦めかけていた人も、初めて動画にトライする人も、今回のセットで気軽に試してみてください。僕のようにご自分の PC で動かない、時間がかかりすぎる、そんな場合はGoogle コラボ用のコードを置いておきますので、こちらで動かしてみてください。今回ご紹介したワークフローが動かせます。動画で使用したワークフローやチャット GPT 用のシステムプロンプトなど、すべて概要欄のリンク先に置いておきます。いよいよ無料で誰でも動画を作れる時代が来ましたね。映像とステレオ音声が完全に同期して、キャラクターがしっかりセリフを話す。マジかよっていうワクワク感を、早速ご自身の PC で試してみてください。今回の動画や実際に使ってみた感想など、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。全部読ませていただいてます。そして次回はこのミニマックス H3 のもう一つの目玉モデル、最大9枚の画像、動画や音声などの素材をもとに動画生成するオムニリファレンスモデル、リファレンス2ビデオのモデルの使い方をご紹介する予定ですので、お楽しみに。今回の動画がちょっとでも役に立った、ワークフローをダウンロードしてみよう、続きも見たいなんて思った人は、ぜひチャンネル登録と高評価、ハイプなどで教えていただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。AI 映像研究会の Q でした。